こんばんは、ロードブロックと申します。1986年の発売から30年が経過しているツインファミコン、コントローラとディスクシステムの修理をしてレトロゲームを遊んでいきたいと思います。今回はディスクシステム。まずは現状を確認していきます。ここまでは問題なく起動します。ディスクが挿入されるのを待っている画面ですが、マリオブラザーズのデモ画面風になっていて飽きさせません。ちなみに豆知識。単体のディスクシステムのロゴは任天堂ですが、ツインファミコンのそれはファミコンになっています。主な故障はゴムベルトが劣化して切れてしまっていることと、磁気ヘッドの調整が必要だと言われています。ディスクが入ったことは反応し、モーターが空回りしているような音が聞こえますが、データを読みに行っている音がしません。例に漏れず、ベルトが切れてしまっているようです。初代、ファミコンのサポートは20年以上も続きましたが、2007年10月に打ち切られています。正規品の交換用のベルトは、サポート終了後も在庫がある限り売ってもらえていたようですが、もうすでに在庫切れになっています。2019年現在は別のベルトを代用することになりますが、色々と試していただいている方々のネット情報を参考に、モビロンバンドというもので代用しました。折り込み値 90mm、カット筋 3mm、厚み 0.3mm というものです。Amazon で入手可能です。ブログの方で入手先を紹介しています。やることとしては、本体を分解して劣化して切れてしまったゴムベルトの破片を除去し、新しいベルトとしてモビロンバンドに交換し、磁気ヘッドの調整をして本体を組み直します。本体を分解する際は電源を抜いた状態で作業するようにしてください。本体を開けるため、本体裏側にある7箇所のネジを外します。ツインファミコンの価格は、ファミコン本体とディスクシステムの合計よりも高価でしたが、AV 出力を備えていたことと AC アダプタが一つで済むという違いもありました。後ほど、仮組みの状態で動作確認するので、ディスクを選択した状態にしてあります。ツインファミコンのディスクドライブも、任天堂のディスクシステムで使われているのと同じ、三菱製のドライブが使われています。本体を開けます。本体の上側に向かって一対のケーブルが生えていますので、傷めてしまわないように気をつけてください。このケーブルを抜くと、本体の上側をきれいに外すことができます。次に、ディスクドライブを取り外します。丸印の場所にあるネジ4箇所を外し、コネクターを抜くことで取り外せます。ファミリーコンピュータの発売は1983年。略称であるファミコンという商品名は1979年にシャープのオーブンレンジが使用していました。コネクタを抜いてネジを外します。これでディスクドライブは持ち上がります。早速、ちぎれたベルトの断片が見つかりました。ドライブの分解を進めていきます。フロントパネルはネジ2本で固定されていますので、外します。裏蓋のネジは3箇所です。左上のネジは基板のネジです。ファミコンの商標はシャープが先に取得していたのですが、後にゲーム機の商標は任天堂へ譲渡されています。シャープからファミコン互換機が発売されたのは、それがきっかけとも言われています。ベルトの破片はここにも落ちていました。モーターの金属部分にはべったりとこびりついています。掃除はもう少し分解してからの方がやりやすいです。
ひっくり返して黒いディスクガイドプレートを外します。バネで固定されています。こちら側に2箇所。反対側に1箇所、計3箇所のバネを外します。飛ばしてしまわないように手で押さえて、ピンセットで引っ掛け部分を外すのがやりやすいと思います。上と下で輪の向きが90度違うような形状をしています。気持ち、ガイドプレートを押しながら作業するとバネが縮むのでやりやすいかもしれません。裏側の1箇所は奥まった位置にありますので慎重に作業してください。あとはガイドプレートは引っかかっているだけですので、イジェクトボタンを半押しする感じでプレートを持ち上げます。緑の丸印の部分、磁気ヘッド側の部品が引っかかっているので、前後の方向にも動かす感じで外します。次に、ギアのついた3本足のユニットを外します。そのために、基板側も動かします。まず基板側のネジ、4箇所ですが、左上と右下と他2箇所とそれぞれ違うネジなので、外したら間違わないように保管してください。続いて、ギアユニット側についている3箇所のネジも外します。基板からはケーブルが生えているので、丸印の部分を緩めてあげると基板が浮きます。隙間ができればギアユニットを取り外せます。中心の軸の部分で止まっているので、全体を手前に引き上げて横にスライドする感じです。あとはギアが干渉しないように時計回りに回すと上に持ち上がります。モビロンバンド。純正のゴムベルトがデッドストックとなる中で救世主として現れた代用品です。ポリウレタン製の輪ゴムで天然ゴムに比べて伸縮性や耐久性に優れているそうです。ラテックス、硫黄フリーで電子部品にも適しているとのことで長持ちすると良いですね。古いゴムの破片が残っていると回転がいびつになってしまい読み込みに影響するそうですのでよく掃除します。ちなみにモビロンとは日清紡績のポリウレタン繊維の商標です。ベルトの完成形をイメージするためモーターとプーリーとの間だけで仮に貼ってみました。こんな感じです。ギアユニットとは左足の内側を通す感じで貼ります。実際にベルトを貼っていきます。プーリーと左足にベルトを通した状態でギアユニットを先ほどとは逆の手順で元の位置に戻します。持ち上げて軸に乗せます。ギアユニットの向きも元の方向に合わせたらベルトをモーターに貼ります。
きちんとベルトが貼れたことのチェックとして、プーリーを回すと、モーターも回ることを確認します。問題なければ、逆の手順で、ギアユニットと基板をネジ止めしていきます。基板は3種類のネジが使われているので気をつけてください。よもやま話ですが、ツインファミコンの広告塔は高橋名人でした。任天堂のファミコン互換機をシャープが開発、発売し、ハドソンとコラボした CM 広告が打たれていました。ディスクシステムは単体で344万台、ツインファミコンの100万台が売れたそうです。ファミコン本体の売上台数は日本だけで1935万台、全世界では累計6191万台。最後の難関が磁気ヘッドの調整です。プーリーを半時計回り、ヘッド側から見ると時計回りに回転させると磁気ヘッドが遠くから徐々に近づいてきます。軸に乗ったディスクカードが1回転するごとにヘッドが近づいてくるのですが、一番近くまで来ると今度は速い速度で遠ざかります。一番遠ざかったところでカチッと音がします。上から見ると黄色の丸印の穴の位置も重なります。ここでプーリーを反対方向に少しだけ回すと、それ以上回らないポイントがあります。この時、軸がヘッド側に向いている緑の線の向きに調整するそうです。ヘッドの金具の芋ネジを緩めると手でヘッドが回せるそうですが、この本体はすでに緩んでいました。ヘッドを初期位置に合わせて芋ネジを締めていきます。これでディスクが読めるようになったことを確認します。仮組みするためにガイドプレートを戻します。ディスクを手で押さえて動作確認している人もいるようですが、初めてのベルト交換だと難易度は高そうに思います。バネも3箇所をつなぎます。奥まった場所のバネは少々取り付けにくいです。カット編集と早回しでお送りしていますが、バネの取り付けは結構面倒くさいです。はい。この動画ではガイドプレートと呼んでいますが、ホルダープレートと呼んでいる人もいます。フロントパネルを取り付け、ディスクドライブと本体とケーブルで接続します。ディスクシステムは渦巻き状のトラックが1本だけ存在するクイックディスクです。仕組み的にはカセットテープやレコードに近く、同心円状に複数トラックがあるフロッピーディスクとは異なります。クイックディスクはシーケンシャルアクセスしかできないため、一度 DRAM にデータを転送して DRAM 上でランダムアクセスを実現しています。ここ
こまで仮組みしたら動作確認をします。ドライブをできるだけ水平にして電源を入れます。ディスクが回転して磁気ヘッドが駆動している音がします。エラー番号20から40はディスクから正常に信号が読めないエラーのようです。原因としてディスクカード側の障子や傷や汚れということもあるので、他のディスクでも試してみると良いです。ドライブ側の原因としてはヘッドの調整不良やモーター、ベルトの回転不良が挙げられるようです。気を取り直して他のディスクカードでも読めなかったので何度か再調整をしました。カチッという位置から反対に回らなくなるポイントで軸をヘッド側に向くように調整しました。ヘッドの調整が済んだら仮組みして動作確認して問題がないようであれば今度は元通り2本組みします。逆の手順なので早回しでご覧いただいていますが、ディスクドライブのコネクタを一旦外して裏蓋を閉じます。ネジ3箇所で固定します。ガイドプレートとフロントパネルは取り付け済みだと思います。ドライブを本体に固定します。コネクタを再度取り付けてドライブをネジ4箇所で本体に留めます。最後に余ってしまったネジがないことを確認して本体の上下を締めていきます。一対のケーブルと本体裏側7箇所のネジになります。今度こそ改めまして動作確認をしていきます。ディスクの回転音と磁気ヘッドの駆動音が聞こえます。今度はちゃんと読み込めてライセンスの表示が出ました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった、面白かったという方は動画制作のモチベーションになりますので応援のグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。